私も初めてのこのコラボレーションっていうことで、かなり楽しみにしていたんです。もともとバンドをやってて、もうあれがですね、本当魔法みたいに見えて、もうあれがもうバンドには絶対できないから。DJ の魅力って何ですか？これがコミュニケーションなんだなっていうふうにすごく思って、僕の How to DJ に出てください。音楽で旅をするチャンネル、音旅。こんばんは、小川栄です。今回は DJ の森本さんのインタビューです。森本さんは DJ として活躍をしつつ、YouTube でも音楽情報を発信されてます。森本さんのチャンネルには、テクノハウスミュージックの解説動画や、DJ の How to 動画などをたくさん投稿されてます。かなり面白くて、私も森本さんのチャンネルですごい勉強させてもらってるんですけれども、今回コラボが叶いました。めちゃくちゃ嬉しいです。インタビューでは森本さんが DJ になったきっかけや DJ の魅力など、そして YouTube で今後どのような活動をされていくのかを聞いてみたいと思います。ぜひ楽しんでください。こんにちは。はじめまして、小川栄です。森本です。よろしくお願いします。今回はコラボありがとうございます。こちらのこそありがとうございます。ちょっと私も初めてのこのコラボレーションっていうことで、かなり楽しみにしていたんですけれど、ちょっとね、コロナなんで、本当は直接なんかお会いしてお話ししたいなと思ってたんですけど、なかなか実現しなくて残念です。本当残念ですね。それだけはまたなんかこういうの収まったら直接お会いして対談っぽくなんかまたコラボしてもらえたらなとは思います。したいですね。はい。はい。僕の How to DJ に出てください。本当教えてください。はい、全然 DJ ってもうセレクトぐらいしかできなくて、なんとなくこの後ろのこのターンテーブルでたまに練習するんですけど、全然うまくいかないっていう。いやもうめちゃくちゃ簡単にうまくなる方法をお伝えしますので、大丈夫です。教えてください。教えてください。簡単にうまくなる方法。はい森本さんも今YouTube をされてて、でそこでは結構そのハウステクノミュージックの解説だったりとか、あとその DJ のそれこそ How to をこうメインで出されてて、私も楽しく拝見してるんですけど、すごいもう勉強になるし、全然私のその知らないことがやっぱりたくさんあるので、本当にいつも学ばさせてもらってます。ありがとうございます。励みになります。あとなんかその森本さんの特有のこう低姿勢みたいな、すっごい腰の低い感じ。まず初めの始まりのそのものすごい低姿勢でこの入ってこられる感じがだんだんこうツボになっていくっていうのもありますよ。よかったです。よかったです。まずは、その YouTube のこととかもお伺いしたいんですけど、まずはその DJ としてやっぱり活躍されてるっていうのが結構やっぱ全面的に出てるので、その森本さんのその DJ としてのその音楽感みたいなのをちょっとお伺いできればなと思ってるんですけど、まずはその DJ っていうのはいつ頃から始められたんですか？正式に人前で初めて DJ したのは多分18歳とかなんですけども、当時僕楽器屋で働いてて、大阪の三木楽器ってとこなんですけど、そこで働いてた時にDJ のその関連の楽器を売ってたら、そこになんかイベントするのに出演 DJ 募集みたいなのをこう張りに来てる人たちがいて、そこに出てみたいなと思って電話したら出るきっかけになって、それが18歳って感じですね。もともとバンドをやってたんですけど、テクノの DJ とか聞いたりとかすると急にこう音が止まったりとか出たりとか、音のこのバランスが変わったりとかするのを見て、これはバンドではできないなと思って、こういうなんか自分の思いつきでこうアドリブって言っても、なんか歌う人がこうメロディーを変えたりとか、ベースがこうアレンジを変えたりとかですけど、急にこうドラムだけになるとかっていうのは事前の打ち合わせがないとできないことじゃないですか。それは僕がDJ を見た時のその可能性をすごく感じて、そっち側に行こうと思ってこうバンドを辞めて、自分のその DJ をこう家でやるようになったっていうのがきっかけですかね。ミキサーについているちょっとこんな機材の話したらみんな嫌がるかもしれないですけど、DJ ミキサーについてるそのイコライザーって音のそのロー低い音とかこうミッドの
スネアとかあとハイハットとかのその高い音っていうのをこうバランスをこういじれるこうつまみあるじゃないですか。もうあれがですね本当魔法みたいに見えて、もうあれがもうバンドには絶対できないから、もうなんかそこでこうバンドに対するこう魅力がなくなってしまったというか、今バンドやってる人に申し訳ないんですけど、っていう感じですね。あ、なるほど、そうか。森本さんから楽曲ちょっと送ってもらったじゃないですか、過去に作られたっていうので、それ聞いててもなんか本当になんかミックスが好きなんだろうなっていう、すっごいなんかそのすっごい整ってる感じなんですよ。解説動画でもよくそのミックスの話をよくされてるので、お好きなのかなと思ったんですけど、やっぱり曲を聴いてそこがすごい好きなんだろうなっていうのを思いました。そのバンドから変わるきっかけが、まあ、言ってみればそのミキサーとの出会いというか、そういうことなんですね。面白い。曲ありがとうございました。森本さん作られた、あれっていつ頃作られたものなんですか？あれが20歳、20歳か21歳ぐらいの時に作って、どっかから出したいと思っていろいろ作ってこうレーベルに送った曲の一部なんですけど、レーベルに送られてたんですね。でも送ってました。国内国外も関係なくバーって送られてたんですか？そうですね。国内国外関係なく送ってましたね。もう全然反応なく、なんか一度なんか返信メールが来たところもあったんですけども、なかなかこう続かずリリースまではいかなかったって感じのものがあったりとかっていう感じです。DJ、18歳ぐらいから、そのお客さんの前でやるようになって、でそのままずっと続けてこられてるじゃないですか。そうですよね。それが実は違って、僕は関西、大阪でやってたんですけど、最初その18からずっと頑張ってやってたんですけど、やっぱりちょっとこう人付き合いで、本当にネクラなんですよ。というのと、コミュニケーションもちょっと下手くそな人間なので、やっぱりそのコミュニケーション能力がすごく大事なそのクラブシーンでですね、やっぱりちょっとこううまいことやっていくのが難しくて、24、5ぐらいの時に、もうちょっと音楽は家で聴くけど、DJ として活動するのはやめようと思ってやめたんですね。そこから結構 7,8 年ぐらい経って、やっぱりちょっとこう人前でやりたいっていううずうずが出てきて、でこうもう一回やろうかなっていう感じになりました。その DJ、またやろうかなみたいなふうにまた、こう復活というかされたわけですけど、その DJ の魅力って何ですか？これはもう間違いなく確実になんですけども、やっぱお客さんとのコミュニケーションだと僕思っていて、コミュニケーションもなんかいろいろな形あると思うんですけど、曲かけてお客さんがなんかこうハッピーになって、なんていうんですかね、こう後で声かけてくれたりとかっていうそういうのもありますし、なんていうんですかね、自己紹介じゃないですけど、そういうこともできるってことがあったりとか、自分が思っているこう世界観を共有していける場所であったりとか、でみんなが喜んだ顔とかをですね DJ しながら見てる時がもうめちゃくちゃこう嬉しいんですよね。すごい興奮するというか。一旦その24歳ぐらいで一回ちょっとやめようかなって思われた時は、そのコミュニケーションが苦手でやめられたんですよね。はい、そうなんです。なんですけど、そこが僕の言うそのコミュニケーションがあまりなんていうんですかね、すごく見返してもったいなかったのが、すごい楽しい場所、大きなクラブでいろいろさせていただくチャンスがあって、これ見てる方で大阪の人がいたら分かると思うんですけど、もう今ないんですけど、アンダーラウンジっていう大きいクラブがあったりとか、今もあるんですけどジュールであったりとか、田中文也さんが作ったクラブロケッツっていう場所とか、わりかし関西では規模感の大きかったりとか、聖地みたいに言われるところでさせてもらえてて、お客さんも結構来てたんですけど、やっぱりこう自分としてなんかこう名前を挙げてやるであったりとか、もっとこう上を目指そうとかっていう変ななんかプロ意識じゃないですけども、変ななんか向上心のせいでその目の前のものが
楽しめてないなっていうのはやめて、やっぱり時間経ってから気づいたんですよね。DJ でこう成功していくっていう風になると、たくさんのお客さんを踊らせるっていうのは一つですけど、レコード出したりとか、なんかこうそのロードマップみたいなものがちょっと限られた道しかなかったんですよね。こう人とのつながりが重要になってくるので、その音楽でのコミュニケーションは楽しいんですけど、実際この人付き合いでこう飲みに行ったりとか、わかんないですけど挨拶行ったりとか面白い話したりっていうのがもう本当に辛くてできなかったんで、その道は自分は歩けないと思って諦めたんですけど、やっぱりこう年を重ねると、他の道もあるよなとか、その一つとして僕この YouTube やったりとかもするんですけども、もっとその瞬間瞬間を楽しんだらよかったなっていうのをすごく後悔があって、もう一回やるんだったらそこを気楽に楽しんでやっていければいいなっていう感じで思いました。なるほど。じゃあその20代 DJ されてた時は、言ってみればそのケン石井さんみたいなもはや世界に行ってこう DJ プレイするもうでかいフェス、それこそイビザでなんか DJ やるとか、なんかそういうところまでをこう夢見られてたって感じなんですか？そうです。本当に当時の自分を殴りたいぐらいその夢を見ていていや、めちゃくちゃいいじゃないですか。人脈を広げるためのそのコミュニケーションが結構そうですね、疲れちゃったっていう感じなんですかね。できなかったって感じですね。今そして復帰されて、でそこから今その DJ としてのなんか夢っていうのはあるんですか？こうなるんだっていう明確な夢はないんですけど、なんかいろいろ夢見れそうだなっていうのが今すごくあって、それなんでかというと、やっぱりこの YouTube があったりとか、自分のやりたい方法でやりたいペースでこう名刺配りみたいなのができる場所があるので、そこをしっかり伸ばしていったら、なんか自分がこう楽しめるようなこうフォーマットのこうイベントとか広げていけるんじゃないかなっていう、本当に自分が楽しくやれる場所っていうのができるかなと。今こういうことやってるおかげで知り合えなかったような方ともですね、今コンタクトさせていただいたりとかしていて、人脈の広がりがもう以前よりも全然あるなっていう、しかも苦しくなくっていう感じで、なのでそういう方向で今までにないようなって言ったらあれですけど、ちょっと変わったようなものができるんじゃないかなと思ってます。なるほど。今後その YouTube でこんなことやりたいとかってありますか？めちゃくちゃあって、まずは自分が好きなアーティストを出ていただいて、ちょっといろいろ聞きたいことがいっぱいあるんで、そういうのを発信できたらなと思ったりとか、あとは僕の YouTube チャンネルで発信している情報は、僕の一つのこの見方であったりとか目線であったりとかで、音楽ってやっぱりすごい多面性があると思うんですね。で、そのうちの何面かしかこう見れてない僕の視線と、あと僕が見れてない面を見ていらっしゃる方、僕のそのチャンネルのその概要欄でこう話し合える場所みたいになればいいななんて思ってます。概要欄で話し合える？概要欄じゃないですね、コメント欄ですね。コメントで。コメント欄で、そこにこういろんな人が、いや違うでしょみたいな、いや俺はこうだと思うけど私はこうだと思うとか、ある人はそこまで考えなくてよくないみたいな一言があったりとか、そういういろんなこう言葉がこう詰まっていて、どうしてもこういう音楽って文献であったりとか、要は文字としてのテキストとして残ってるもの少ないんで、そういうなんかテキストが残っていく場所になればいいななんてちょっと淡い思いを持っております。なるほど。私そういう音楽の知識とか全然なくて、私の人生自体がずっと音楽とともに生きてきたわけではないだけに、なんとなく好きっていうのでずっと来たんで、なんかちゃんと調べずにもずっと来たんで、やっぱそうああいうふうに丁寧に解説してもらったりとか、DJ もそうなんですけど、短い動画で10分ぐらいじゃないですか。それでこう簡潔に解説してもらえるっていうのはすごい勉強になってます。本当に私。ありがとうございます。嬉しいです。森本さんずっとその DJ されてきて、そういった大きな箱でも DJ プレイされてきた中で、一番印象に残っているシーンってありますか？フロアでめちゃくちゃテンション高い男の子がいて、でその子が飛んでたんですね。それがもう4拍子で、その飛んでいる男の子のタイミングに合わせて音をこうダン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 ってこう
キックだけを出したりとかしたら、その子がですね、めちゃくちゃ嬉しそうな顔したんですね。もう、やっぱこれがコミュニケーションなんだなっていうふうにすごく思って、こういうことで喜んでくれるっていうのをすごく認識したシーンで、いまだにやっぱり思い出しますね。その名前も知らないんですけど。それはちなみにどこの箱だったんですか？それが大阪のアンダーラウンジっていうところになります。東京はちなみにどの辺でDJ されてるんですか？渋谷のホワイトスペースラボっていうところで、そこで、今ちょっとこういう状況なんでやってないんですけど、毎月第2木曜日のデイイベントでやっているのと、あとは遠足っていうところがあるんですが、そこの第3土曜日にですね、これもデイパーティーなんですけども、出させていただいてます。復活したらまたちょっと遊びに行きます。ぜひぜひもしよかったら出てください。ちょっとそんなでかい練習します、頑張って。お願いします。じゃあまたちょっとコロナが落ち着いたら直接お会いして対談とか、あとはDJ 教えてもらうとか、なんかそういったコラボレーションまたさせてもらえたらなと思いますんで、ぜひお願いいたします。ぜひよろしくお願いします。森本さんとの、この対談はコラボとなっておりまして、森本さんのそのチャンネルの方のリンクは下の、概要欄に載せておきますので、ぜひ飛んで見てみてください。じゃあ今日森本さんありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、そしてグッドボタンをお願いします。